はい、こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ハロハロー、ミミーです。今回は前回のレビューモデルハーモニックダインデビル同様 2TD 搭載モデルで 9K セットクロス HBB カーンです。パッケージに記載のこの漢字を調べると読み方はカガン。遊牧国家の君主の称号、ハガンとも読む。通説では5世紀初頭にモンゴル高原を統一した従前の君主がこれを称したのが始まりらしいね。それがなまってカーンとかハーンになっていったらしい。凡字のカーンの方かと思ったけど違ったね。偉い人とか偉い G シリーズってやつね。日本だったら何かしらね。ハイブリッドモデル、征夷大将軍とかプレイラードライバーモデル、カンパクとかなんか出したい感じね。じゃあアイの好きなキミコとかキミコ様。それ知ってる人ほとんどいないからやめときなって。一気に脱力してる場合じゃないか。レビューしなきゃ。ジャックさん、なんで 9K セットのモデルはレビューしないのかなーって思ってたんですけど、まあ KZ が揃ってたら別にいいかなって思ってただけ。でも今回のカーンは5000円を超える価格設定で 9KZ のフラッグシップモデルっぽいし、 KZ にはこのタイプの 2DD モデルが多分なかったと思うんで興味湧いたってわけ。そうですね、さっき試聴してみましたけど、これちょっとハマりますね。でしょ？結構いいよね。はい、それと最近 HBB さんとのコラボモデルって多くないですか？よく見かけるよね。HBB さんが関わってるなら間違いないんじゃないって風潮かね。 HBB 印的な。その通り。ミミーちゃん鉛筆の人じゃないからね。さすがに鉛筆の人ネタは卒業よ、卒業。価格はさっきも言ったけど5000円台。箱がちょっと大きめでキャリーケースとか記念コインが入っていたりと気合入ってる。外観はシェルボトムはレジンの DLP 方式 3D プリントによる成形。フェイスプレート側はエッジ部分がメタルニッケルメッキのロゴプラスレジン。片側実測 7g は 2DD だしこのぐらいになるのかな。重くはないよ。ステムがちょっと長めな感じね。装着後は耳から少しはみ出す感じ。ステム系が結構あるので装着できるイヤピは限定されるわね。ステムが長めって言ったけど測るとそうでもなかったわ。 ZNA と比較したけどステムの角度の違いが影響しているみたいね。全体的にしっかり作ってある感じね。そうね。それから実際聞いてみるとスペックに書いてあるほど音量は取りやすくはなかったです。スマホ直差しは大丈夫だけど MAX に対して 80% くらいまで音量を上げました。ベントホールの効果で開放感ある音ですが音漏れはそれなりに感じます。ドライバーは口径 10mm タイプが低域から中域を 7.8mm タイプが中高域から高域をという役割で、ダイヤフラム素材は LCP 複合タイプです。ではサウンドチェックに行きましょうか。今回は低域の比較をしてみたかったので最近レビューした KZ の ZNA と一緒に聞いてみます。価格はカーンの半分ぐらいなのでフェアな比較ではありませんが、他にちょうどいいモデルが手元になかったので、イヤピはそれぞれのバンドルイヤピを、ケーブルはトリポインゼリーを使用し音収録しています。ではどうぞ。音量上がります。サウンドチェックいかがでしたか？価格的にはフェアな比較ではありませんが、どちらも低域は強く感じます。量感優先の ZNA に対し、カーンは重量感が印象的でした。波形上では ZNA の方が低域は強く見え、聴覚上も実際強いですね。でも同じ曲をカーンと交互に聴いてみると、カーンの方が量感は多少落ちますけど、キックもベースもエッジがしっかりしていて聴きやすかったです。
普段はイヤピを9種類くらい測定するんですが、ステム系があるため、手持ちのイヤピを装着するのが難しいものが多く、グラフの3種類はかろうじて測れましたが、それ以外は避けそうだったので断念。4キロ過ぎからそれぞれ特徴は出ていますが、バンドルイヤピが一番スッと装着できたので、リスニングもバンドルイヤピで行っています。波形を見ると低域はさほど強くは見えないんだけど、普段見ている波形より低域のピークがちょっと前に来ている感じだね。この方が聴覚上圧を感じやすいのかもね。それとここ緩やかじゃなくてドンと落としてる。聴覚上低域が独立して聞こえる印象で、これはこれで特徴的でいいわ。ベースとドラムのキックのアタック感がすごく気持ちいい。低域の支え方がかなりしっかりしてる。低音好きな人にはとりあえずおすすめ。マイナス面としては EQ でここを上げて確認したけど、2から 300Hz が足りないとスネアが少し痩せて聞こえるね。TWS でこういう波形見たような気がするんだけど。あったね。6000円クラスのモデルだったかな。でも質感は優先モデルだし、開放感もあるからレベルは結構違うと思うわ。この帯域はさほど落ちてはいないけど、落ちてる範囲が広くて上は2キロあたりからようやく上昇してる。同じ 2DD モデルでも前回レビューしたハーモニックラインデビルはこの帯域こんな出方してるから対照的だよね。そうね。でも両モデルともそれが特徴として生かされてるからいいよね。そうだね。3キロ以降は落ちることなく8キロ付近のピークまで行ってるので、広域は明るい。ボーカルはちょっと視察音を感じるけど、広域をしっかり出すにはこのぐらい仕方ないかと思える。シンバル、ハイハットは結構前に出てくるね。広域全体としては刺さるような鋭さは感じずクリアに聞こえる。低域は強いけど別レイヤーで鳴っているように感じるんで、マスクされにくいんだろうね。今風のドンシャリってこういう感じなのかな。理想的な波形とはちょっと違うように見えても、これはこれで成立してるって思えるし、聞きやすくていいわ。サウンドステージはというと、ベントホールの効果で開放感がプラスされ、音が飽和しづらいので広いしクリア。ギターのシングルノートバッキングとかオープンハイハットなんかが結構立体的に感じる。サウンドステージが広くクリアってことで分離感もいいし、5000円クラスなら音質的な不満は特にないかな。9KZ クロス HBB カーンは重量感とエッジのはっきりした低域。その低域がしっかり曲を下支えしている。中高域の出方はちょっと控えめですが、3キロ過ぎはしっかり出ていて明るめ。高域は低域に負けていないが、刺さるような鋭さはなく明るく聞きやすい。中域はさほど削られてはいませんが、全体的にはややドンシャリでどんより。適度な開放感でサウンドステージは広く分離も感じ取れるといったところでしょうか。これいいな、買っちゃおうかな。愛ちゃん、イヤホン予算は大丈夫なの？はい、お正月のバイト代が結構入りましたから。そっかそっか、じゃあ問題ないね。まだ2月だからね。あんまり飛ばすとまた予算なくなるから気をつけなよ。そうね、でも大丈夫。増やしたバイト頑張るから。愛ちゃんも買う気になっていますが、確かに魅力的なんですよね。5000円台のモデルとしてはデザインもいいし、音質を含め全体的にいい仕上がりになっていると思います。低域好きな人には弾いてみてもらいたいですし、2000円台のエントリーモデルをスキップして、ここから中華イヤホンを始めてみようかっていうニーズにも見合うと思いました。ということで、9KZ クロス HBB カーンのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。